暗黒の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシュナイダー役の谷山紀章です。どうもです。さあ、この番組は、アニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組。バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はすべて小文字、ハッシュタグバスタードアンダーバーラディオをつけてつぶやいてください。伝説作っていきましょう。さあ、10月も下旬でございます。もう今日が10月の26日ね、10.26、作品中にそうです、ハロウィーンっていうね技の名前、ハロウィーンっていう、すごい本物っぽかった今ね。という呪文もございます。7つの鍵を持って地獄の門っていうね、アーシェス・ネイトを使った時がありましたね、ハロウィーンという名前ね。ちなみに僕はハロウィンというジャーマンメタルの中学時代は聴いてました。ハロウィンを、ボーカルがマイケル・キスクになったのかな。もともとカイ・ハンセンっていう、後でガンマレイっていう、バンドを立ち上げるんです。ハロウィンを脱退してね、マイケル・キスクボーカリスト好きでしたね。流れる、ものすごいハイトーンなボイスが当時はね憧れてね、いつかあんな声を出してみたいなと思って今出るようになったんですが、カラオケに行くと、ハロウィンは何曲か歌いますね。ドクター・シュタインとか大体決まってるんですよ。マイケル・キスク時代の、ハロウィンの一番トップの音ってもう全部決まってて、それが、なんだっけ、僕音楽理論は詳しくないんで、それが、なんとかのシャープの、ファがどうとかって分かんないんだけど、あれ全部一定なんですね。一番トップの音は決まってて、あれが気持ちいいんですね、シャウトした時にね、自分もっていうのに気づいたという、ハロウィン。そんな、気づけば街はハロウィンで賑やかに、もうなってるんでしょうな。毎年渋谷のスクランブル交差点の中継入ります。ここ2年やはりコロナ禍で2020-21か、音沙汰なかったから、その反動で今年はやるんでしょう。どうせおやりになるんでしょう。これは大変なことになりそうですけれどもね。興味深く僕は中継かなんかで絶対そのハロウィン前後には渋谷には近づかないようにしてるんですけれどもね、やっぱ人が多くて大変だもんな。みんないつからそうなったんだろう。何が起爆剤だったんだろうね。ハロウィンが日本で、特に東京の一部で爆発的にこうなるようになって、だから街とか歩いてデパートなんかでも今まで見なかったリース、クリスマスシーズンのみにこう活躍するリースですね。輪っか状になっているその飾り付けですよねのハロウィンバージョンをこの間見かけましたね、街で。色なんかもうかぼちゃ、パンプキンカラーで、ちょっとだから秋のその季節柄もあるんでしょうけども、落葉ですね。そういった暖かい暖色の色にして、どんぐりだとかその季節ものをリースとしての飾り付けになってて、それで彩られたようなハロウィン仕様のリースが、もう売られてるって、思わず手が伸びかけたんですよ。買おうかどうかみたいな。そういえば俺ハロウィンそんなに思い入れねえなとかね。いずれでも僕もコスプレっていうコスプレをしたことがないので、どなたかが企画してくれたら僕いくらでもコスプレやりたいなっていうね。それこそダークシュナイダーとかね、なんかどうなんでしょうね、コスプレしたら。作品のこのバスタードのリスナーの皆さんはね、ぜひこのもう季節もんで、ハロウィンだからせっかくなんでここぞとばかりに、着飾って、気合の入ったコスプレしていただきたいなと。そういうのをもし写真であれば番組まで送ってきていただきたいななんていうふうにも思う次第でございます。さあ、そして今回の配信ですが、先週に引き続きあの方が来てくれてます。この後すぐのご登場です。お楽しみに。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあ、も
こからはゲストと一緒にお送りしていきたいと思います。今回も前回に引き続きこのお方です。どうぞ。シーラトゥエルメタリカーナ役遠山奈緒です。よろしくお願いしお願います。します。はい、どう最近この2週間どう過ごしてった？ざっくりいやそうですね。でも、ちょっと自分の話になっちゃうんですもうけど、10月も半ばですけど、私今ツアー期間中でして、ちうょわっと今筋肉がもりもりついてしまってですね。シュッとなんかね、はい、してる。筋肉のことしか今考えられません。ツアーってことはお歌を歌うツアーですよね。そうです。自分のお歌の方なんですけど、ワンステ何曲ぐらい歌う？ですね、今始まってるんで言っちゃうんですけど、20曲以上は。いい、うちもそうだ。20曲つと2時間半から3時間。そうですね。やるね。すげえ。その間やっぱ体作りをするわけ？いや、それが私ジムとかは行ったことないんですけど、ダンスを踊るもので。何？舞うの君？舞っちゃいます。リズムに合わせてステップを磨くのステップをふみ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 そうなんです。結構ダンス頑張らせていただいてて、すごい。それで体がどんどんムキムキになっていってしまって。もともと素養っていうかダンスを習ってたっていう地盤はあったんですか？習ってはいました。10年以上習ってたんですけど、ただやっぱり声優になってからステージの上で披露する機会が圧倒的に増えて、そこからの方がやっぱりガチ度は上がったというか、それまではもうなんか楽しいから通ってるだけっていう、今は人に見せるために頑張るっていうので、全然違いますよ。ちなみに何箇所ぐらいの？大阪、愛知、で今残すところは横浜っていう感じですね。頑張ってね。はい、いや素晴らしい。いつか谷山さんにも見ていただきたいな。見たい全然見たい。後でよかったら携帯に踊ってる姿だけはあるので、分かった。多分踊るイメージないと思うんですけど。そうなんだよね。でもなんか振り付けで踊ってる人を見ると無条件で尊敬するから僕。だからあとなんか踊れる女子って弱い俺。やったあっという間に俺イチコロになっちゃうかもしれない。嘘。嬉しい。遠山君に落ちちゃうかもしれない。絶対見せよう。遠山君やったそんな大先輩に好きだよとか言い始めるかもしれない。一箇所でもなんかいいと思ってもらえるところがもし生まれるなら、それはもうぜひ見ていただきたい。その中に俺ダンスってのは想定外だったから、ちょっと今一気に食いついてますね。何かとね、フェスとかで同じ日になる時はたまにあるんですけど、そうでしたね。アニメロサマーなんとかとか、そうです。夏のお祭りでそこまで言っちゃって隠すことないけどそうなんです。意外とね、裏で交流がいっぱいできるわけではなかったりするんで。そうなんだよね。あれってなんだろうね。あの場所に行くと急によそよそしくなる感じ。俺が勝手に人見知りだからかもしれないけどね。なんかあるんだけどね、俺ね。もっとみんなと仲良くしたいんだけど。それこそ集中してるからとかじゃないんですか？全然俺ずっとなんか直前まで何もしてないし発声とかもしないしね僕は。すごい気になってたんですけど、ダークシュナイダーも含めて、やっぱりめちゃめちゃ声を張り上げる場面がお歌も多いじゃないですか。そうですね。声枯れないんですか？あまりそうね、あんまないかな。なんかもう出来上がっちゃってみたいで、ずっとなんか声枯らしたりタバコを吸ってたのをやめたりとか、お酒は全然大丈夫なんだけど、喉に影響はほとんどないんだけど、でなんか叩き上げてるうちに25年以上声優でやって、なんとなく枯れない声にたどり着いたかなって。僕もボイトレとかジムとか一切行ったことないんですよ。でもさ、自分の結局自己流っていう感じになってくるよね。で自分での体の使い方とか喉の使い方とかって、何がいいんだっていうのでたどり着いたのが今だから、それとも今後もボイトレとかもやることないような気がするしね。でもやったらやったでいいっていう人もいるから、それ人それぞれなんだろうけど、枯らすことはなくなりましたね、ほとんど。バスタードって朝の収録だったじゃないですか。それも朝起き抜けであれぐらい晴れるんですか？全然関係ないですね。ちょっと皆さんこれよくわかんないかもしれないですけど、すごいお話しされてますからね。朝中の現場なんて人によっては6時7時から起きて、湯船とかに使ってわざわざ喉を起こす方も少なくないですから、その中でこの朝からのパワープレイはちょっと半端ないです。気にしないっていう方法論ですね。気にしなくてもできるっていうのが、気にし始めちゃうとなんか向いてない気がして、そっちの方がなんか負担になっちゃうなっていう、もうなんか取捨選択だよね。だから自分は何が向いててこうやった方が結果的にこういう声を出したいっていうとこにたどり着くにはっていう。あまり僕だから細か
いことを考えるごてごて考えるよりは意識高く、プロ意識でってやるよりは、めんどくせえっつっていやでもそれ俺は大事。もう出るからみたいなどっちかというと感覚論へえ。もう人によると思うからねそれはね。でもそのくらいなんかこう大雑把にというそかう、ですね。執着しないというか、うん私も前スタッフさんに言われたことがあって、ステージドリンク、何がいいですかって言われて、はい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 私も飲めれば何でもいいですみたいな感じだったんですけど、炭酸以外ならいいですみたいな歌ってもゲフってなっちゃうからね私ゲップできないんですよ。それがすげえ。ちょっと遠山くんの魅力君俺が何や君が裁縫だったら俺がトレジャーハンターだったらほっとかないねっていうザックザクやんか、いやなんお宝か派遣、その水何でもいいですみたいな話をしてたんですけど、その鈍感力大事にしてほしいって言われて、なんかやっぱり人によっては良し悪しもちろんありますけど、その軟水じゃなきゃダメとか、そういうこだわりがある方もいらっしゃるけど、なんか必ずしもその環境を整えてあげられることばっかりじゃないから、何でもできるようにしててほしい。いいね遠山くんね。そうか、なるほどって思って。でも声枯らすイメージないよね。ほんと発声いいし綺麗な、ね、僕から見た遠山くんもね嬉しい、ありがとうございます。ハロウィンどう急にいやそういえばご時世的にそうだと思って今日10月26でしょ。キュイーン来ました今。昨今この5、6年数年さだって、はい日本におけるハロウィンが占めるのは完全にクリスマスに次いじゃってるもんね。盛り上がってますよね。毎年ここ何年かっていう。だから俺もよく行く大好きな街でデパートとかあるのよ。そこでもういよいよリースでさ、今まであんま見なかったのリースっていうと大体クリスマスシーズンだったでしょ、赤とかのリング状になったそういう玄関先に軒先に飾るようなあれがハロウィンモードのがいよいよ出て、どんぐりだとかそういうなんか葉っぱみたいなのでちょっとかぼちゃ色っていうのかな、パンプキンカラーのリース、これ完全にハロウィン仕様じゃんっていうのがついこの間ニコタマっていうところで僕好きなんだけど、ハロウィン仕様がいよいよのリースが出てるみたいなのがあって、そういう市民権を得ちゃってんだっていう中で、どうですか遠山さんは変装したりとか。変装して見バレしないような感じでドキドキしながらこう街を練り歩くみたいなね。いや私普通に歩いてても全然バレないので。じゃあシーラの格好して歩きましょう。うわーまずいまずい、それはちょっと警察の方に声をかけられてしまいますね。池袋を歩きましょう。いやいやいやどうか風を吹かないでくれみたいな風が致命分かった。じゃあ俺もダーシの格格好して一緒に歩くから。いやそれはあんまり大丈夫そうですけど。いやなんでだよ。ダークシュナイダーはいいじゃないですか。結構半裸の時多いよ。そっちの時のなんか重たそうですけどね。ダメだみたいなこと言ってますからね。そこまでやんなきゃいけないのか。そこまでじゃあちょっとすいません。それでミネラル麦茶をつけようと思います。冗談です。本当に何を言ってんだ俺は。もうぜひ本当番組のお聞きの皆さんもね、いよいよもう本当ハロウィン近いで。ぜひ女性の方はもうここぞとばかりに、ね、だって今本当ちょうどネットフリックスで配信されてる時だから、やる免罪符っつったらあれだけどやる理由はありますから。いや実は誰ならやりやすいんだろうな。もう何でもね、陽子さんでも大体みんな半裸ですけどもね。そうなんです。女性キャラはいやどのキャラもハードル高そうですね。ぜひ巷を騒がしてほしいと思います。だからバスタードの名を逆にレイヤーの皆さんが売ってほしいですね。でも確かに、その街を練り歩くのは難しくても、プロのコスプレイヤーさんのメリハリのあるボディとかでしかるべき場所でそのやっていただく分にはちょっと私も見てみたい気がします。でもつがいでね、つがいっつっただからごめんね、ダークシュナイダー役の人とそのシーラ姫で、しかもここに肩に担いで尻叩くまでがワンセット。名シーンをじゃあ全く同じ格好でねコスしてもらって4話のシーンを4話のシーンをでその後ダメだのシーンももちろんわーちょっとそこはちょっともう見てられないということでぜひ本当リスナーの皆さんチャレンジしていただきたいなと思います。でここからまた今更話にもなるけど、各ゲストの方にお聞かせ願ってるんですが、もう出てるけど第4話っていう答えが1話から13話まで振り返ってトークしましょう。シーラ役中の人遠山さん来ていただいてます。どの辺が印象的でしたかってそこ以外挙げられないものね。でも4話の話は前回も結構しちゃったんですけど、自分以外のキャラだと何個か、例えば13話までだと忍者砦に潜入するし、でも一瞬さ、ダークシュナイダーと
シーラ姫のプイみたいなシーンがお互いなんかありましたねこう自分たちのお互いの目的のために遂行を共にしてんだけど、うん任務遂行を共にしてんだけど、うんもうお互い気に食わねえわ気に食わねえなこいつっていう、うん一瞬対等になるっていうのかな。ありましたね。ナーシって俺様だからさ、決してこう自分以外の他人陽子さん以外は対等に見ないけど、一瞬瞬間こう言っちゃなんだけどシーラ姫となんだろうね、こう立場が一緒になったうん間違った瞬間を僕はあそこに見たんですけどもね。なんか可愛かったですよね。可愛かったよね、あのシーンね。なんかセリフで言うとなんか責任取ってくださいねって言ってああはいはいはい。ってなるやっぱなんかこうやって面と向かって普通に同業者として喋ってるけど、はい一個そこ下ろしてみると、本物のシーラ姫だってなっちゃうよやっぱ声優さんってそう大先輩のいやなっちゃうなっもっちゃうてしてもすごいやっぱいい子してんな、嬉しいですね。あそこはなんか本当可愛かったし、うんなんかダークシュナイダーって何年も生きてるのに、ちょっとそういうやっぱり一緒になってこう反発し合っちゃうみたいなところもあって、普通だったらなんかもう包み込む何でもそうかそうじゃなそうじゃなみたいな包み込んでくれそうなのに、そこはお互いふんってこうなる感じとかすごく可愛かった。24話まで今配信されてるけど、うん見たりはい拝見してます。はい。アンスラサックスとかやばいよねあれね。いやーでも本当に怖いですよね杉。田さんの開演ね。でアビゲイルも本当すごいですし、なんか本当に敵キャラをやってらっしゃる先輩方が生き生きとされていて、私はそれがなんかひょっとしたら一番の見どころなんじゃないかなって思うくらい、私1話の時にオズボーンさんが出てきたじゃないですか。でやられてるのが大畑さんなんですけどうんうんも、私別作品ではい大畑さんが私の役にベタ惚れするっていう関係性をやってたんですよ。でもうなんか大好きだみたいな、私がいるカフェに暑苦しいね。めっちゃ来てくれるっていう、どの街に行っても必ず帰ってきてくれるっていう役を大畑さんやられてたんですけど、バスタードの1話でシーラ殺してやるって同じ声で殺してやるって言われてあまあ声優さんってそういう仕事なんだけど、なんかこうざわざわなんか寂しいなってそうやね。大畑さんの声で殺してやるって言われたと思ってあんだけ好きだって言ったじゃない私のことみたいな。なるほどね。とかって、まあいろいろ本当に散り際とかも皆さんもバッとこう華々しくやられてて、あそこ腕の見せ所だからね。散散り際なんてのはもうテストから全力ですよ皆さん本当に。確かにね。声取っとかないんだって思うくらい全力でやられててかっこいい。火力高めではいこのご時世にやってますよね。あダイヤモンもね、だから小安さんのよかっあれはだからすごいなんでしょう、大先輩の尊敬すべき世代の僕らの世代で言ってもね、た。小安さんの世代ってのは強いんですよ。鉄板。はい昭和42年3年のあたり1967年前後の生まれのあの辺も第何期だろうな、黄金世代って僕ら世代を呼んでて、僕らちょっと上なんですよね。でのもう本当に何だろう、小安武人っていう声優陣の、声優人のなんだろうな、矜持というかプライドというかも感じたし、まあ底力っていうととても失礼な言い方に逆になるかもしれないけど、見せていただきました小安パイセンっていうね。ブラボーでした。まだまだすげえっすっていうすごい壁ですっていうね、やっぱ感じたな。そうですね。やなんかっぱり、大先輩が大先輩たるゆえんを見たなっ見たていうね、感じが。全然譲るつもりねえじゃんっていうね、すごいなと思ったね。ということもありました。そうですね。というわけでございまして、アニメバスタード現在ネットフリックスにて第1話から第24話好評配信中。まだ見てないという方はぜひチェックしてください。アニメを見た感想もお待ちしています。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。じゃあはい、普通歌ご紹介していきましょう。ラジオネームややちゃん。バスタード全話しっかり拝見させていただきました。ギャグやエッチなシーンを挟みながらドキドキハラハラ楽しく感想することができました。塩さんはもちろん杉田さんの演技も大好きなので、後半のアビゲイルとの戦闘シーンで大興奮してしまいました。にしてもアビゲイルが強すぎて何回も蘇ってきて思わずしつこっと叫んでしまいました。
柄の男前度もどんどん増し増しで、この令和の時代に素敵な作品を見ることができたなと幸せな気分です。ぜひ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 続き読みたい。皆様素敵な作品ありがとうございます。やっぱあれですね、こういうなんか好意的な、メールもたくさんいただいております。どんどん行きましょうか。続きましてラジオネーム夏休み一世さんシーラ様に座れたいコーナー当て。いや、ないよそんなコーナー富山さん、谷山さん、こんにちは。こんにちは。僕がシーラ様に吸い出してほしい毒はもうどんどんコーナー進めてるこの人元カノの幸せを喜べないという心の毒です。当時の彼女が元彼に、未練を残しているのに気づいてしまい、かっこつけて僕の方からだったら彼としっかり話し合ってその上で僕とも向き合ってほしいなんて言ってしまったのが運の尽き、彼女が彼とよりを戻し結婚し子供を育てと幸せを掴んでいく様子を力なく眺める羽目になりました。正直彼女の幸せを全然喜べません。これって心の毒ですよね。シーラ様、毒吸いよろしくお願いします。なんだこれはどう思う？女性の目線から。いやでも僕これはね、男性が殿方の方がやっぱ恋愛経験がねないと思うね。元彼に未練があると思ったらもうこっちにはもう向かないからっていうんで別れた方が良かったの。これはね、一縷の望みだから女心と男心はねまた違うんだよっていうね。女性は一回こうなしになるともう二度と戻らないからと僕は正直思う。まあ確かにそうかも。人の情とまた恋愛感情っていうのは違いますからね。でもこれ早めに、どのぐらいお付き合いされてたかわからないですけど、早めになんかこう分かってよかったというか。パブロンみたいに言われても、いやごめん、なんでもないです早めのパブロンがいいと思うんですよ。やっぱり何事もね、はい、なるほどね、こう痛みが強くなってからだと飲んでもあまり効かないですからね。ごめんね、俺が言ったかばっかりに。パブロンもロキソニンも皆さん早めに飲んでいただいて丁寧に乗っていただいてでもなんかこれを言わなかったらですよ、なんかこうずっと違和感を抱えたまんまなんか何年も付き合って、なんか一生じゃないかもしれないけど、だから自分に心が向かないまま付き合ってなんとなく終わりを迎えてしまうよりも早めに一手を下せたっていうのはある意味良かったのかも。なるほどね。でもそうかもな。一縷の望みがあった。でもそうなん、運の月なんて言ってるからやっぱそうじゃないんだよっていう夏休み一世君。もうこの時点で元彼に未練があって時点でもう、選ばれちゃってるっていう僕の意見だけどね。これはね、これグイッと振り向かせれないものですか？難しいんじゃないかな。やっぱり未練があるんだったら、で一回向こう行って戻ってきたいんだったら戻っておいでっていう選択肢はもうないですよ。向こう行ったらもう戻ってこないから、それはしょうがないっていうことかな。でもこれ言える人と言えない人やっぱりいらっしゃると思うので、言える男気がやっぱかっこつけたっておっしゃってますけど、でも言えたっていう行動に移せたっていうことは、確かに一個絶対素晴らしいことですから。遠山くん素晴らしい。いい言葉をあげたと思うね。バッサリ切るんじゃなくて、でもそうここでカッコつけられたっていうのも多分カッコつけたんだと思うんだよ。なんかそれを反省するもよし、でもあの時なんかカッコつけられた自分っていうのも残るからね、今後のね経験として。思いのほかいいコーナーになったこのシーラ様に座れたい唐突に始まった。ちゃんと毒をでも吸い出してあげたんじゃないですか？そうですね。未練がある、幸せを全然喜べない。喜ばなくていい。それが人だから自分が幸せになってください。そう、もっと幸せになってほしい。人を呪わば穴二つって言うからね、それは良くないんで、自分の幸せを見つけた方がいいですね。終わったことは終わったこと、他人の幸せは他人の幸せですから。はい、そんなわけでございます。ふつおた紹介していきました。ありがとうございました。暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、ここでお知らせでございます。配信情報。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から24話好評配信中。ぜひご覧ください。そして原作情報でございます。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中。ジャンププラスヤンジャンゼブラックでも話単位コミックス単位で配信中です。そして10月31日月曜ハロウィンですね、まさにまで
ジャンププラスにてレコメンド配信中。なんと7と20は無料。ぜひ原作もお楽しみください。続きましてフィギュア、メディコスエンターテインメントよりダークシュナイダーとシーン・ハリのフィギュアが予約受付中でございます。他にもネイやヨーコなどもフィギュア化企画が進行中。詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。さらに主題歌情報、オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。そしてバスタードサウンドトラックも各種配信サイトで全世界配信中。もういろいろ配信しております。ぜひお聴きください。最後ポップアップストア情報です。町田丸井5階イベントスペースにて11月の4日金曜日から11月の13日の日曜日まで、開催されますポップアップストア、ぜひお越しください。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。 Feeding off the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってくださいね。さあ2回にわたってご出演いただきました遠山奈緒さん、いかがでしたでしょうか。すっごく楽しくて嬉しい。奈緒ちー、谷山さんなんか距離詰まったね。いや逆に本当に私勝手にそう思ってます。今度現場で会っても抱きつく勢いで来てくれてもいいかね。あ、岸本さんっつってバーン飛び込んで持ち前の人見知り発動しちゃうかもしれないあれあ、うんうんみたいなあれ関係値リセットされてるあなってれみたいなねいや大丈夫大丈夫、嬉しかった。俺もなんかこうやって話せて、だからそもそも人当たりのいい子だったの分かってたから、俺次第だなと思ってたけど、なんかとてもやっぱ喋りやすくて、いや嬉しいです。私も本当にずっともう大先輩でもう見上げている方だったので、二人っきりになっちゃって、なんかもう緊張して泡食っちゃって、なんか大丈夫かなみたいな本当思ってたんですけど、大した人物じゃないからね俺は。だからそうなんか見られがちだけど緊張するとか怖いとかね。いや本当にかっこいいんです。なんまあかこそう歌うまくて面白くてかっこいいからさ、緊張するのは分かるんだけどこういうとこです、こういうとこですごめんごめん、うんいやもう本当になんか私それこそ声優になる前から雑誌とかで拝見そっかしていた方ですから、元を正せ尖ってた時代だよねあれはね。すごい尖った格好して怖そう。初めてだから谷山紀章さんっていう方にお会いした時に、うわなんか背が大きくて体もがっしりされてて、以上になんかまとうオーラも含めてめちゃめちゃ大きく見えるファーってなってたところから年数を経てこうやってマンツーでおしゃべりさせていただける機会が持てるっていうので、はいできてすごく嬉しい。どうしたんですか。いやなんでもない、ちょっと丁寧に言ってみただけ。まず急にこう天をこう仰いでごめんなんでもない本当に申し訳ないことをしたと思ってます、大丈夫ですか。マンツーマンで何か起きてます。何もないです。さすがです遠山くん、さすがです。あれはいあれスルースキルすごいっす、で本当にだからまたこうやっておしゃべりしたいなって、俺もです。バスタードもですけど他の現場とかでもなんかいろいろそうだね、もうご一緒したい俺も、そろそろコロナもね、まあ幾分和らいできて、みんなこう別でね撮る時間帯分けてっていうのが多少、混ざってきてもいいんじゃないっていう風潮があるんだとすると、つまりこうねアフレコ現場でワイ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 みんなとなんかそういう空気を感じたいな。そこになんか同じ現場でまた別作品でもいいんだけどもね、遠山くんとはご一緒したいなと思いましたよ僕も。はいぜひぜひね、なので2週ありがとうございました。はいありがとうございましそして今度遅刻した分なんか買ってあげるからな、ちゃんがねた。や欲しいなったら全然大丈夫です。本当にお大事になさってください、ありがとうございますそんなわけでございまして、番組はまた次回、続きます。お相手はダークシュナイダー役の谷山紀章とシーラトゥエルメタリカーナ役遠山奈緒でした。バイバイ。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしました。